はい、こんにちは。運動科学教室の浜辺です。今日はね、パターの打ち方の方のね、解説、今時パターの打ち方の方の解説をしたいと思います。で、特にですね、ショートパッド、2メーターから1メーターぐらいのショートパッドですね。これは非常に重要ですよね。アプローチにしても、ショットがピンそばについた時もね、1メーター2メーターが思い通り打ててるならいいんですけれども、入らない、思い通り打てないで、その結果外れる、ね。これではそうですね、やっぱり上級者になっていくには厳しい。なのでプロとか、あともう上を目指している人ね、シングルハンデでももう5より下のハンデを目指すアスリートゴルファーはもう1メーター2メーターっていうのはもう何が何でも入れたいわけですよ。でそうなってくるとプレッシャーもかかってくるんで、そのプレッシャーがかかった時にやはりこそですね、どうやって入れるか、で場合によってはそのプレッシャーがかかりすぎてもう怖くなっちゃってイプス、ね、なっちゃう人もいます。で私もですね、ショートパッドが一時怖くなっちゃって打てなくなっちゃった時ありました。どうやって、ね、プレッシャーを跳ねのけて、はい、そういうことなんですよね。いろいろありますが、私はですね、まず大事なのはタッチ。この2メーター1メーターの距離で大事なのはラインの読みはね、もう先でいいの。それはもういいの。読めない時あるから。だけどこのタッチ、つまりね、強さ、ね、これは大事ですよ。この2メーターの距離の、平地もしくは軽い上りね、これ下りとかね、真横のラインはこれはもう多少諦めてください。これはね、あんまり入れに行っちゃダメ。特に下りは球強く打てませんので、例えば下りの2メーターを入れに行ったら2メーター以上オーバーしますよ。下手すると3メーターオーバーしちゃう。そうするともう返しのパットがね、かなりしんどいです。ですからどうしても打てない、ね、2メーターの下りのパットだったらやっぱり1メーター以内には寄せたいですよね、オーバーしたとしても。そうするとやっぱりフラフラしちゃうんですよ。どうしてもそのぴったりピシッとはなってません。特に我々アマチュアがですね、プレーするゴルフ場ではいくらコンディションが良くても、やっぱりこう後半になればなるほど荒れてきますから。で少し柔らかければね、ボール止まりやすい反面グリーンは荒れやすいです。ですから全くぴったりはない。そうすると下りでやはりそんなに推進力、回転のいいボールじゃない、トロトロっとしたボールはですね、よれちゃいます。少しこうね、だから入らない率が高いとなると、タッチを合わせて寄せに行くんです。下り、それから真横も1点しかないですから、全てがうまくいって入るか入らないか、それがちょっと強めにいって少しラインの読み、それから少し打ち損ない方向のね、そうすると 1.5 メーター2メーター、今度返しもですね、必ず上りのまっすぐではないですよね。少し曲がるライン嫌ですよ。ですから狙いに行くのは平地もしくは上り、軽い上りのラインをしっかり狙いに行って、3メーターぐらいできたら3メーター4メーターも入れたいんだけれども、少なくともですね、この1メーター2メーターに関しては確実にこのぐらいの強さにしたいですね。これいいですね。今のは良かったね。でポイントとなるのはタッチと言いましたので、タッチを決めるのはバックスイングの大きさです。でこのバックスイングの大きさと、それにつられてフォロースルーってありますよね。こ
これをね、簡単なイメージの仕方としてはですね、同じぐらいバックスイング1、フォロースルー1、1対1、ね、1対1なのか、バックスイングが2でフォローが1、2対1なのか、それからバックスイングが1でフォローが2の1対2なのか、この3つで、自分がどのタイプがね一番合うのかということなんですよ。で、私はですね1対2はあんまりおすすめしません。ショートパットで、バックスイング小さめでフォロースルーを出して打っていくような打ち方、これはあんまりおすすめしない。例えばバックスイングを小さめでこうフォロースルーを出していくような打ち方、ね、これはおすすめしません。でそれよりはバックスイングを、ここでしたら10センチぐらい、それに合わせてスタンスをね、だいたい右足のつま先の前あたりぐらいまでテイクバックを引いて、でフォロースルーはあんまり出さない。こうバックスイングを右足のつま先まで引いて、フォロースルーはあんまり出さない、ね、2対1、これおすすめです。バックスイングを2、インパクトの後のフォロースルーを1、ね、で、大体2メーターぐらいで、そうですね、10フィートとか 10.5 フィートとかのグリーンであればね、バックスイングが大体ね、そうですね、10センチぐらいで、上りは別ですよ、平地だとしては10センチぐらいなので、ボールがね、大体これ4センチですから2個分ぐらいね。で、逆にインパクト後はボール1個分ぐらいね。でスタンスはもうここまで引けばいいわけですから、ちょっと正面から見てください。ボールが1個、後ろにしましょうね。2個分とするとね、最初にねボール1個分ぐらいこう離して構えちゃうね。離して構えてテイクバックをボール1個分ぐらいここからテイクバックを取る。わかります？ですからここで離して構えてテイクバックをこの辺りまで、多少これ大きくなっちゃうの仕方ないのね。イメージよりは大きくなっちゃいますけど、もう最初にボール1個分離しておいて、ボール1個分テイクバックしてボール1個分フォロースルーを打つ、こういう打ち方、ね、ちょっとしばらくそれでやって打ってみますので、いろんな角度からどうぞ取ってください。2対1で、これもね、アプローチの時でも言ってますけど、右の肘をね右の脇につけます。でその状態で、あと大事なのは右手のここグリップでは常に右手のこの付け根ですね、長く持つならグリップエンドをこう書きます。ここがの密着度がこうスイング中ストローク中こう浮いたりしない、必ずここ密着させておきます、ね、で右の手首、ここも大事です。しっかり折っときます。でハンドファーストにする。で最近ねパターのロフトが3度になってきてますんで、だいたいこれも3度ですね。今までね私マイナスロフトの結構研究やってきてね、池田プロとかもインパクトロフトね、2度のパター使ってインパクトロフトマイナス5ということはマイナス 6.7 度ですから、インパクトもマイナス5度ぐらいで、構えて、なおかつ打つ時もねマイナスで、これフィル・ミケルソンも、マイナス7ですね。マイナス7で、何度のパター使ってるか分かりませんけど、昔のブレードですよね、ミケルソンね。4度あったとしてもマイナス3でしょ。で渋野さんもこれピンのシグマですね。シグマ使って、これ4度ぐらいあるかな。だからプラスマイナス3ですからプラス1度ぐらいで、スピースあたりも4度マイナスね、これ拝みグリップですね。で松山英樹さんもマイナス6ね、
スミスもマイナス6ですから、まあ結構その使うパターが何度かっていうのもあるし、ジャック・ニクラウスとかこれすごいでしょ。ジャック・ニクラウスこれかな、11マイナス11、古いちょっと画像でね申し訳ないんですけど、11で4度のパターだとしたってすごいマイナスですよね。6、7度ぐらいマイナス。マイナスの構えね、こういう構えでこう構えてこう打っちゃうとバウンドしますよ、ね、これでバウンドするんだけども、アッパー気味に入ることによってこのマイナスで、構えても、まあ実際にはインパクトロフトがね0とかマイナス1とかマイナス2、今私のところでやってる研究でもマイナス1ぐらいとか2ぐらいまではちょっと機械の、ね、構造上できてるんですけど、それ以上はちょっと最下点ではね打てないんですよ。そういう構造になってないのでちょっと改良しなくてはいけませんが、まあ少なくとも、幸いなことに、今市販されてるパターンほとんどロフトついてますので、それを相殺するという意味でこういうねハンドパースの形の構えを取る。でそうするとすでにこのまっすぐにした状態でね、ここストレートで構えますと、今パターって 530g ぐらい割と重いのでね、で34インチじゃないですか、長いじゃないですか。でバランスも D3 とか出てます。そうするとここをですねまっすぐしておくとこう遅れるんですよ。重さがあるだけにスムーズにねこうスッと一緒にシンクロして上げるには結構な熟練がいるんです。プレッシャーかかってくると手元が動いちゃう。だからプロみたいにもうこの辺体感でスーッとねゆっくりスッと上げられてゆっくり切り返せる人はいいんだけど、まあほとんどのねアマチュアパターンの苦手な人ってねやっぱりこう不安だから速くなっちゃうね。そうするとこう遅れるんですよ。だからそれを遅れないためにもハンドファーストにしておくとスッと上がりやすいです。ここにもうすでにロックがかかるっつっちゃオーバーだけど関節をこう使ってますんで、筋肉でこう引っ張ってますんで、これが動きにくい。これ緩んでると動いちゃう。だけどこう手首をハンドファーストに入れることによって少しこの辺りの筋膜とか腱で引っ張ってるんですよね。で多少のロックがかかってる、手首にロックが鍵がかかってます。ですのでスッと動きやすい、ね、であとはそうですね、右を下にする普通の構えにすると自然と右肩下がりますよね。で自然とアッパーになる。でそれをまあこうやって拝むグリップにして、ね、拝むグリップにして左右をまあ同じぐらいにするのか、あるいはクロスハンドにして左肩を下げる。まあ、結果的にはもう右肩下がりの構えに慣れてますから、そんなには左肩は下がらないで、まあ、水平ぐらいになりますよね。でもこれとは全然違うでしょ。こうやって構えるのとこうやって構えるのでは肩の位置がこう変わりますから、肩が下がる分アッパーになるか最下点で打つかっていう、まあ、そういう違いが出てきますね。まあ、それはまあ好き好きもあるんで、まあ、クロスハンドなのか少しクロスハンドなのか拝むのか、ね、あるいは通常のあれなのか握りなのか、でもいずれにしてもここが大事。ここだから通常の握りで、打ちたいのであれば、右手を下に打ちたいのであれば、まあ、こうやって上からね左手で押さえる。とにかく右手のこの内側のこの付け根を密着させておきたいので、こういう握り方をお勧めします。こういう握り方で、そうでないならクロスハンドであれば右手の方はちゃんとグリップこう握れてますから、ね、こういう構えでクロスハンドであれば大丈夫で、右肩もそんな差がない、ね、で、しばらくちょっとやってみますね。2対1、最初にボール1個分ぐらい離しといて、で、強さは今いい音しましたね。で肘はこう右腰当てときますね。普通のグリップにします。
ファースト忘れてました。ハンドファースト2対1、ね、テイクバックを2でインパクトでねもう止めちゃうような感じです。多少出ちゃいますよ、多少出ちゃうけど最初にボール1個分ぐらい離しておいて、テイクバック小さめ1個分でインパクトで止めちゃう感じ。止めちゃう感じ。ここねつけといて、右肘をつけといて、はい、このまず右肘をつけることによってすごくこうストロークが安定、そして右の手首をロック、そしてここの右の手のひらの一番生命線の一番末端ですね、ここに、の圧を変えない、これ大事です。こうつなげていかないとね、これだけ重いパターで、安定感はあるんですけれども、逆にそれなりに力が必要なんですよ。この重いものを安定して振るにはそれなりに必要ですよね。こうやってこうやってこうね、こう力を脱力すればするほどこうフラフラ動いてしまいますから、この重いものがしっかりまず手がここで肘を当てることによってつなげます。でなんでねここから構えないかというとですね、ここから構えると、右のつま先まで引かなきゃいけないでしょ。大体10センチぐらいは引かないと、これテイクバックがすごい小さい人いるんですよ。このぐらいのですよ。こうなっちゃう。で打ち急いじゃう。テイクバックが小さすぎちゃう。で打ち急いじゃいます、ね、だからテイクバックは少なくともやっぱりね10センチぐらいはいくら短くても10センチは取りたいんだけども、この10センチが取れないんですよ。パターンの苦手な人って。こう構えてるでしょ。構えててテイクバックはねこの10センチ取る前にこう打っちゃう。早打ちしちゃう。でだからこうインパクトでパンチを入れないと届かない、ショートしちゃうね。なのでテイクバックを10センチじゃどうやって取るかっていうと、こう怖いから取る、不安だから速くなっちゃうから取れないわけでしょ。だから最初にもう5センチ取っとく。5センチテイクバックを取っといて、そこからもう5センチでいいんですよ。場合によっては1センチ2センチでいいです。絶対1センチってことないから、動くから3センチはね。もしくは10センチ取っといてもいいですよ。最初に10センチ取っといてテイクバックは0じゃダメ。これ0でフォローだけは打てないので、10センチ取っといて1センチテイクバックのフォローで打つ。これいいです。すごくいい、ね、もう一回いきますよ。最初に10センチぐらいテイクバックを取っといて1センチのテイクバックでフォローだけで打つですか。10センチのテイクバック、1センチのテイクバックでフォローだけで打つ。これでもいい。ただ一応推奨するのは最初は5センチ5センチ最初に離したところで構えて、そして5センチテイクバックの後はインパクトで止めるイメージで、止めるイメージでも絶対10センチぐらい出ちゃいます、ね、はい。もう一回じゃあその辺を開始、ちょっとそちらの方から見てみてください。5センチ離します。5センチ離します。右肘つけてきます。で5センチテイクバックのインパクトビタ止めね、フォロービタ止めてるんですよ。5センチ離してます。5センチテイクバックのインパクトでビタ止め、ね、インパクトでこれだけ重いパターを止めるためにそれなりに力入れてます。胸にも入れてる、お腹にも入れてる、ね、背中にも入れて、全体的に緩んだストロークはしてません。しっかり打ってます。
ね。でこのタッチ、ショートパットのタッチ、これ2 m ですよね。このグリーン12フィート以上出てますけれども、平地です。平地でパッターの練習する時も、下りの練習はもう本当距離感で、横からの練習も距離感、ね、スタート前の練習ですよ。普段の練習もそう。とにかく平地もしくは上りの2 m 1 m をしっかり打てるかで、コース行ってからやっぱり速いグリーンで下りでふわっと打っててね、じゃあ上りになったから今度強めに打とうって言って、今度こう打ちに行くから、それはそれで狂っちゃうんですよ。だから日頃からですね、この2 m の平地と上りに関してですね、タッチですね、この距離感、タッチをしっかり自分でまず5センチ離してテイクバック、これ 2.5 m ぐらいあるかな。そうこんな感じ、5センチ。そうですね、このタッチですね、このタッチ。平地で2対1、テイクバック2に対してフォロー1。1対1でもいいと思います。1対2はね、緩みます。ふわーって出すとかなりね、プロとかやってる人はいいんですけれども、緩みます。それでこの2対1の打ち方はテイクバックをスタンスをこうね、今ね、10センチぐらいショートパットの話してましたけども、応用できるんですよ。今ボールがあってボール1個ボール2個だったでしょ。だいたい10センチから15センチぐらいまで、ショートパット2 m ぐらいまでね、スタンス狭めにして右足のつま先ぐらいまでヘッドをね引くぐらいのイメージです。ボール2個分です。最初1個分離しておくわけですから、ね、でボール1個分テイクバック引いて、フォローは、止めるイメージで、実際には10センチぐらい出ちゃいますからね。しっかり測ったら1対1に近いかもしれません。ただイメージとしては2対1です。テイクバック2に対してフォロー1で、それをですね、例えば5 m あったとしたら、これ開けばいいんですよ。右足のスタンスで、スタンスを開いた分だけテイクバック取るようなイメージで、これでタッチが出ます、ね、でこれもですね、小さいテイクバックで打たなきゃって言ってフォローを、例えばテイクバック1に対してフォロー2出すとかね、強いインパクトをやろうとするとパンチが入っちゃいます。パンチが入って球を潰してしまいますので、距離感が合いません。ですので距離が長ければテイクバックを大きくしなくてはいけません。ところがパターが苦手になってくると、あるいは怖くなってくると不安だから、テイクバックは取れない、短くなる、どんどんテイクバックが短くなって打ちに行きます。ですから右足のこのつま先まで引くんだよということで、スタンスを広げることによってテイクバックをここまで取るんだと、そういう意識。ちょっと距離を取ってやってみますか。4 m ぐらいですね。4 m ぐらいでスタンスを少し広く取って、で、これをもう5分ぐらい離していきますね。でテイクバックを大きめに取る、ね、距離が長くなるわけですから、テイクバックを大きめに取っていくと、ね、はい、こっちはカップがないから、それで、距離感のタッチをね、養っていくことができますので、パターの苦手な人はとにかくバックスイングの大きさをどこまで取ればいいかということにも集中しちゃってください。でもう5センチなのか10センチなのか15センチなのか、バックスイングでこっちのこと考えなくていいです。で場合によってはね、フォローはもうこうクローズにしちゃって、左手を、これも裏技ですけど、こう左手をですねクローズにしてしまうとフォロー出ません。こういう練習もちょっとおすすめです。構えてフォローが出ないです。ここ当たりますから。わかります？
してフォローが出ない手元が動かないこっちにでこういうミスも結構ありますからねこっちが出ちゃってねだからクローズにしてフォローが出ないね止まるでしょこういうクローズねクローズにしてまあいろんな打ち方があるんですよいろんな打ち方がありますはい、ヘッドを1個分離してます、このぐらい打ちたいですねこのぐらい打ちたいですねこのぐらい打ちたいですねはいじゃあ、ショートパットね右の脇をつけるそれからテイクバックを2対テイクバック2に対してフォローが1、ねもしくは1対1で1対2はちょっとねどうしてもそれやりたければいいんですけれども大体苦手な人はテイクバックが小さくなる傾向がありますので、ぜひですね今日解説した打ち方を試してもらって、平地ねそれから上りの 1m 2m を思い切ってですね、強めにバシッと入れられると、ゴルフが非常に楽しくなると思いますので、頑張って練習してください。はい、以上です。